こんにちは、ライドレックスです。お待たせしました。宮前モカの二次創作 3D モデルが完成しました。完成モデルはライドレックスのブースから頒布開始しました。今回はこの件について詳しい解説を行う動画になります。今回制作したモデルは、AHS 社のバーチャルシンガーで、シンセサイザー V という歌声音声合成ソフトに登場する宮前モカというキャラクターである。衣装が2種類あって、学生服衣装とパーカー衣装の2種類を制作しました。モデルはライドレックスの Vroid ハブにサンプルモデルがアップロードされており、使いたいモデルにハートマークをつけることによって、Vroid 対応ゲームとアプリ内で使用して遊ぶことができる。実際にゲームやアプリで使用してみて、気に入った方はライドレックスのブースからモデルをダウンロード購入することで、より広い利用範囲で使うことができる。ただし、ライドレックス式モデルはクレジット表記必須だから、ハートマークだけで利用できるアプリは少ない。ブースでこれらのモデルをダウンロードすると、より広い範囲でアプリを利用できるようになる。今回からブースで購入すると、VRM モデルが直接ダウンロードできるようになっている。今までは ZIP ファイルに利用規約書や PMX モデルもまとめて、フォルダごと一括ダウンロードだったのだが、スマホユーザーが多いとのことで、ZIP ファイルを解凍しにくいそうで、分けることにした。PMX モデルのみ ZIP ファイルにしてある。これで VRM モデルだけ必要な人がスマホでダウンロードしやすくなったのである。まず、制服モデルを紹介しよう。モカは高校生の設定であり、ベージュのブレザー姿である。苦労した点はスカートの模様合わせと側頭部のリボンのボーン設定である。模様合わせが難しいのは、描いたテクスチャを立体表面に貼ると図柄が変形してしまうからで、360度、どの角度から見てもバランス良い位置に貼らなければならないからである。ボーン設定は VRM0.0、VRM1.0、PMX、それぞれ異なっており、動かした時に同じような感じで動くようにするのが難しかった。VRM1.0 モデルの製作は Vroid 単体で作るなら難しくないが、リボンやヘッドホンなどをブレンダーで合成したモデルを VRM1.0 で出力するのは難しい技術で、成功する人が少ないため、諦めている人が多いようだ。そのためか、未だに VRM0.0 が主流なのであろう。ライドレックスはチャレンジャーだから、独自の応用技術で作っているのである。次にパーカーモデルである。悩んだ点は3箇所。ネーミング、スカートの小物入れ、ヘッドホンの位置である。ネーミングについてはなるべく短くしたかった。最初、宮前モカ、SV と名付けるつもりだったが、今後同じ SV の中で新しい衣装が追加されたりした場合、区別がつかなくなると判断し、衣装の名前だけ追記する形にした。スカートの小物入れはブレンダーで立体化しようとも考えたが、小物入れの位置から判断して足を大きく振り上げたりするとスカートの中にめり込んで消えてしまうことを考慮してこのようにした。スカートの上にロングコートを追加して、そこに描き込んでいるのである。ヘッドホンの位置についても踊った時に上半身にヘッドホンがうずもれてしまったり、ひどい貫通が発生しない位置に調整する作業に時間がかかった。一通り完成してブースと Vroid ハブにアップロードしてから不具合が見つかった。上着の水色の塗装とその境界線のグレーの細い線の間に1ドット幅の塗り残しを見つけてしまい、Vroid の出力からやり直してリギング作業もやり直しすることになった。現在ブースと Vroid ハブにアップされているモデルは修正済みモデルである。ライドレックスのブースに VRM0.0 のモデルが共有の形で公開されているので、誰もが Vroid 対応ゲームソフトの中に登場させて遊ぶことができる。おすすめのアプリは VRM ライブビューア、VMagic ミラー、VRM ポージングデスクトップ、カニの喧嘩にである。VRM ライブビューアは MMD のようなダンス動画を作れるソフトで、このチャンネルに投稿しているダンス動画のような映像を作ることができる。VMagic ミラーはパソコンのカメラに映った自分自身の動きをアバターにトレースするという VTuber になれるソフトである。VRM ポージングデスクトップは個人的に一押しのソフトであり、様々なポーズデータが収録されていて、自分が用意したモデルをボタン一つでポーズを変えたり、調整できるソフトである。
漫画制作をする人やアニメ動画を作る人がこのソフトを知ったら驚愕して泣くであろう。今までどんな遠回りをしてしまったんだ俺はと。時間短縮できるじゃないかと。やる気がある情報弱者の諸君には善意で情報提供するのがライドレックスである。さっさとこのアプリをインストールして 3D 漫画や 3D アニメを短時間で作ってください。最後に紹介するのはカニの喧嘩にというカニの背中にアバターを乗せて戦うゲームである。いい年したおっさんがハマってしまう面白いゲームである。家族がいる人なら子供たち相手に戦うと家族サービスとなり脳トレを同時にできるかもしれない。頑張って老化予防してください。今おすすめした4つのアプリについては Vroid ハブ上でハートマークをつけても利用することはできない。モデルをダウンロード購入することで利用することができる。ダウンロードしたモデルを設定する方法は過去動画のカニの喧嘩にシリーズやクラフトピアのゲーム実況動画をご覧ください。最後に販布価格について。事前の予告では5500円程度になるとお伝えしていましたが、6300円となりました。これは、このチャンネルで宮前もか販布予定の告知を出して間もなく、ブースで AHS 社のキャラクターライセンスシステムが開始されたからです。二次創作作品をブースにアップロードする際に、AHS ライツというタグをつけることで、AHS 公認の二次創作作品となり、売上から 7% 差し引かれて AHS 社に送金されるとのことです。そのような理由で 7% 上乗せした価格を設定することにしました。以上でライドレックス式、宮前もかの解説を終えます。今回、販布開始告知を X で行ったところ、公式の宮前もかアカウントさんが拡散してくれたため、多くの人たちに気づいてもらうことができました。原作関係者の皆様にお礼申し上げます。次回は宮前もかの飼い猫であるワトソンと、鶴巻真希のモデルを制作予定です。ご期待ください。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。